これら3つの絵文字は、これは日本のこれは何かわかりますか？日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は意外と知られていない日本文化のある側面を日本の顔文字を通して分析してみたいと思います。この動画を見ればお互いの文化をさらに理解して不必要な誤解を避けることができるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。まず皆さんに知っておいてほしいのは、絵文字と顔文字は厳密には違うものだっていうことです。絵文字っていうのは黄色とか赤とかいろいろな色がついた絵のような文字のことですね。例えばこのようなものとかこのようなものですね。この絵文字は1990年代日本の携帯電話から始まったと言われています。この絵文字っていう言葉は英語でも直接イモジと呼ばれています。ちなみに多くの英語話者はこのイモジという英語がもともと日本語で絵っていう言葉と文字っていう言葉が組み合わさってできた言葉だっていうことを知らないんです。そうではなくてエモっていうのはエモーション、つまり感情っていう意味の英語から来ていると思い込んでいる人が多いそうです。そしてもう一つ、顔文字っていうのは私たちが携帯電話とかパソコンで打ついろいろな文字や記号を組み合わせて顔のように見せたこのようなものとかこのようなものですね。ちなみに英語ではこの顔文字はエモティコンと呼ばれています。このエモティコンも英語のエモーションとアイコンが組み合わさったものだと思われているんですけど、実際にはこのエモの部分はエモーションではなくて日本語の絵文字が由来になっています。ちょっと前置きが長くなってしまいましたけど、一つあなたに聞いてみたいことがあります。あなたの文化圏では他の人の感情を知ろうとするとき、口の表情を重視しますか？それとも目の表情を重視しますか？もしかするとあまりこういうことは考えたことがないかもしれませんけど、日本では目は口ほどに物を言うっていうことわざがある通り、目が伝えることをすごく気にしているんです。逆に欧米では一般的に目よりも口の表情を見て相手の気持ちを知ろうとする傾向があるようなんです。どういうことでしょうか？じゃあ実際に顔文字を比べてみましょう。まず欧米の人たちが一般的によく使うって言われている顔文字はこれらです。笑顔を表すならこのような顔文字がよく使われますし、逆にマイナスの感情ならこのような顔文字がよく使われるようですね。ちょっとよく見てください。プラスの感情もマイナスの感情も目の部分はあまり変化がないこと、代わりに口の形を変化させて感情を表していることに気がついたんじゃないでしょうか。それに比べてこちらは日本で一般的な顔文字ですけど、例えば笑顔はこのような顔文字で表します。で、目と口以外に手がついてるものも結構ありますね。でも気がつくのは、笑っていても悲しんでいても口の形はそれほど変化がなくて、逆に目の形を変化させることによってプラスの感情やマイナスの感情を表していることがよくわかりますね。ところで日本人はあまり相手の目を見て話さないので失礼だという外国人の意見を聞くことがあるんです。もしかすると日本人は
相手の目をじーっと長い時間直視すると挑戦的とか攻撃的なイメージを与える可能性があると考えて、わざと少し視線をずらすことがあるかもしれませんね。私も時々相手の目そのものっていうよりは、例えば相手の額とか鼻のあたりを見て話すことがあります。確かにじーっと直視されると、もしかすると相手は怒っているのではないかと不安になることが多い日本人なんですけど、逆に目の部分が全く見えない状態に対しても日本人はとても不安を感じてしまうようです。これがサングラスが日本で流行らない理由の一つだと言われています。欧米では目の色素の関係で白内障など目の病気になりやすい人が多いため、日差しが強い場所では子供の時からサングラスをかけることに慣れているそうです。自分がサングラスをかけるのも普通ですし、かけている人を見ても特に抵抗はありません。ですからバスの運転手とか海辺のカフェなどで接客業をしている人でも普通にサングラスをかけています。でも日本ではそうではありません。日本のある地域でバスの運転手が安全のためにサングラスをかけることになったっていうことがニュースにもなるぐらい、サングラスに抵抗感を持つ人が多いことが分かります。少しずつ日本も変わってきたとはいえ、やはり多くの人にとってサングラスは未だに不良やヤクザの象徴なんですね。逆に日本人はマスクをすることに対して欧米人ほどは抵抗がありません。目が見えていれば口が見えなくてもだいたいどんなことを考えているのかがわかるので、相手を不安にさせることはないのかもしれません。ところが多くの欧米の国ではマスクをする習慣があまりありませんね。コロナの時にもマスクをすることについてかなり強い抵抗があったり、反対意見を持つ人がいたりしたそうですね。それで欧米人は相手の口が見えないことに不安を感じる人が多いようです。ちょうど日本人がサングラスで相手の目が見えないことに抵抗を覚えるのと同じですね。ちなみにメッセージアプリでよく使われる絵文字の多くは日本で始まったので、外国人には意味がわからない絵文字もたくさんあるそうです。例えばこの絵文字は何ですか？これは温泉のマークですね。日本ではこのマークを見ると、近くに温泉があるんだなとすぐ分かります。でも欧米ではこのマークのことをフライパンで料理するという意味だと思っている人が多いそうです。じゃあこれら3つの絵文字は何のことだか分かりますか？これは日本ではサンサルって言われている猿なんです。サンサルっていうのは見ざる、聞かざる、言わざるの3つで、悪いことは見ない、悪いことは聞かない、悪いことは言わないという意味があります。何々ざるっていうのは古い日本語で何々しないっていう意味なんですね。それで日本の多くの神社仏閣でこのサンサルを見ることができます。ちょうど見ざる、聞かざる、言わざると猿っていう発音が似ているので、このサンサルは日本から始まったと思っている日本人も結構多いんですけど、実は古代エジプトとかインドにもこのような絵があったそうなので、日本で生まれたものではないようです。それで猿っていう発音とザルっていう発音が似ているのは偶然だっていうことが分かりますね。他にもこれは
日本の昔話に出てくる怪物である天狗の絵文字なんですけど、海外の人はこの絵を見て赤いピノキオが怒っていると思っているそうです。じゃあこれは皆さん分かりますか？これはナルトっていう食べ物で、うどんとかラーメンやあと鍋料理にも入っていますけど、欧米人から見るとただのお花にしか見えないそうです。じゃあこれは何か分かりますか？これは幼稚園の子供たちが皆胸につけている名札です。欧米人には燃える豆腐に見えるそうです。はい、分かりましたか？今日は顔文字から日本の文化について、特に日本人の目の表情に対する感じ方について考えました。あなたの文化圏は日本人に近いですか？それとも今言った欧米人に近いですか？よかったら感想をコメントで教えてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。